皆さんこんにちは、レナピッピです。今回はソロでやるなら必須のポケモン欲張りスの使い方と立ち回りを紹介していきたいと思います。ソロでもプリメでも覚えておいて損はないポケモンなので、ぜひ欲張りスの使い方を知りたい方は参考にしてみてくださいね。まず欲張りスを使うなら圧倒的に下レーンがおすすめです。欲張りスは星ガリスの状態でもそこそこ強く、上下どちらでも適していますが、できるだけ早く進化できるように経験値がもらいやすい下レーンに向かいます。欲張りスの体当たりはラスヒも取りやすく逃げ技にもなるため、積極的に相手自陣の多分根を狙っていきましょう。ちなみに初心者がやりがちなカウンタージャングルですが、必然的に残された味方への負担が大きくなるため私はお勧めしていませんが、ある程度欲張りスをプレイしていて自信がある方は学習装置を持たせてカウンタージャングルを行うとミスした際のリスクを減らせます。相手ジャングルに行く場合はあらかじめ編成からどのポケモンが中央に来るかを予想して進めるのもポイントです。相手中央のポケモンが2進化3進化だと大体勝てますが、1進化だとやられてしまう可能性があります。カウンタージャングルをするなら死なないのが鉄則かつ、その上敵の邪魔をするとなるとやはり初心者にはちょっと難しいかなと思います。カウンタージャングル自体はうまくいけば相手の中央の進化を遅らせ優位を作ることができますが、レーンの味方が相手にボコボコにされている場合にはレベル差がつき、その上レーン崩壊のリスクも高まるためあまり意味がなくなります。うまい味方かつ相手のレーンが保守型ならばなんとかなりますが、ソロでやる以上はどうしてもリスクになってしまいますよね。また最悪カウンタージャングルが失敗した時のことを考えると、結果的に味方全員に迷惑をかけることになってしまうので、そう考えるとやはりレーンが無難です。レベル5で欲張りスに進化し欲しがるを覚えたら機動力がアップするため、ディフェンスとして味方のキャリーのサポートをしつつ敵の行動を乱します。できれば1カメ前にゲップを覚えたいところですが、そううまくはいかないのでカメが始まったら敵を止めるのを優先します。欲しがり中の欲張りスは無敵というか捕まえるのが至難の技なので、敵にぶつかりながら動きを妨害するだけでもカメ戦で活躍できます。1カメが取れたら上へ行きロトムに参加し、取れなかった場合には自陣の野生を買ってレベル上げをしてください。そしてレベル9になるとユナイト技を覚えますが、このユナイトもかなり強力です。できる限り2カメ目で使いたいので温存しておき、カメが始まったらタイミングを見て集団めがけてユナイトを発動します。欲しがるを使いながら無限ゲップを行い敵を倒していき、カメが取れそうならラスヒを狙うのもありです。ユナイトは終盤のサンダー戦がめちゃくちゃ重要なので、とにかく耐久が高いポケモンなだけで存在価値があります。ピカチュウなどの神耐久のキャラは優位を取っている時には強いですが、負けている際には足手まといになる可能性が高く、その点俊敏に動ける欲張りスやルカリオは逆転するチャンスを自分で作れるのが強みですよね。はい、では以上のことを踏まえて実際に試合をやっていきましょう。持ち物は安定のキア8、オタバリ、ゴルサポです。アイテムは傷薬が一番使いやすいので、今回も傷薬でやっていきます。今回は下レーンで不思議種と一緒です。エイパムを取って真ん中の多分根ですが敵に取られちゃいましたね。こっちの不思議種はまだ練習中かな。葉っぱカッターの使い方に慣れていない感じがあります。丸くなるを駆使して守りつつ相手の多分根を奪います。一旦木の実を取りに戻って自陣の野生を借ります。8間に合わなかったですね。これは仕方ない。撤退します。ラルトスを止めますが草むらに不思議種が潜んでいます。こっちの不思議種には申し訳ないですが、ここは確実に取りに行きたいところです。ラビフットが来てくれたので一緒に敵の多分根を狙います。
不思議種を進化させてあげたいので、ここは守ります。映画にを譲って8ですが、さすがに人数不利かな。4対3になったので前に出ます。ここを私と不思議そうで止めているうちに亀を触っててほしかったんですが、誰も触らず、ギルリア一人だけなのでいけそうと思ったため、どんどん移行をしたんですけど、普通にミスりましたね。その後すぐにファイアローとルカリオが来ました。全落ちです。これは無理かなと思いながらも、もう下に来ちゃったのでワンチャンにかけます。成功しました。割と一人でも取れる時あるんですよ。リザードからありがとうピンももらったので取ってよかったです。上ルカリオロトム取られてますね。とりあえずユナイトを覚えたいのでバフロンを削ります。ここね、まさか取られないよねと思ってたんですけど、横取りされました。バフ効果あるんで仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、頑張って削ってたのでさすがに悲しくなりました。下でゴールを守ります。ルカリオが来ました。ギルリアもいますね。ルカリオはリザードンに任せて、私はゴールで待機。2カメ目が始まるので敵を先に倒します。一旦戻ってロトムに向かいます。4人いるのでここは先陣切っていきます。いけそうかなと思ったんですけど、無理そうなので撤退ピンを。その調子。
とりあえずレベル12にしときたいので野生を借ります。もうすぐサンダーが始まりますが、下の第1ゴールが残っているため、すぐに動けるように近くの草むらで待機。ラストスパート。その調子。サーナイトを追い払います。リザードンがアブソルを倒したついでにゴールを決めたので、この時点で結構得点差があると思うんですけど、ルカリオがサンダーを触ってますね。相手に落ちの上にアローがいるので、これは危ない橋です。しかも上にバナもいます。ここでユナイトを切りましたが、無事サンダーを取れたみたいでよかったです。ゴールを決めてスタート地点に戻ります。その調子。本来ならエースバーンのところに行きたいところですが、とりあえず3人落ちているのでここで待ちます。まあ点差がかなりあるから大丈夫だとは思いますけど、最悪下の第1ゴールは捨てる覚悟で。相手チームの降参です。ヒヤヒヤした場面もありましたが、勝ててよかったです。リザードンさんがかなり上手かったですね。皆さんありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったよって方は、グッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。